前半だけで5ゴール。イエブも定住得点後のない人気にするの忘れてたのだ。それで言ってるのさすがね。チャンピオンズリーグの夢は続く。バイエルンミュンヘン対レアルマドリード準々決勝結果報告。みんなこんにちは。にわかじゃないのだ。ずんだもんなのだ。でも待つのだ。試合の前にまず一つ謝らないといけないのだ。みんなこんにちは、メタンです。いきなりすごいテンションね。君ひさん、ごめんなさいなのだ。前回の動画で君ひが出場停止って言ったんだけど、実際は両レグともしっかり出場してたの。セカンドレグはめっちゃ活躍してたわ。本当に申し訳ありませんでしたなのだ。情報の取り扱いは今後慎重にします。視聴者の皆様にも申し訳ありませんでした。でもね、その君ひが絡んだ試合がとんでもなかったから早く見てほしいの。謝ったら役に気になってきたのだ。では振り返るのだ。概要欄から気になるとこに飛んでみてくれても OK なのだ。だからチャンネル登録どうかと浮かしてくれさいなのだ。ちゃんと言いなさい。ズンメタファーストレグゴール一覧。41分、ビニシウスのパスミスを奪ったところからカウンターでルイス・ディアスが先制。ルイス・ディアス、口火を切ったのだ。そして後半開始、なんと20秒で追加点。オリーズのパスからケインが決めてあっという間に2対0。20秒キックオフ直後じゃないのだ。さすが魔球はハリー・ケインなのだ。ある意味やらしいのだ。だからケインに変なイメージつけないで。終盤74分にムバッペが1点返すが、それ以上は動かず。ファーストレグはバイエルンが敵地で先勝。ノイアーがこの試合9セーブしてたね。はえ、取れまくったのだ。さすがオラオラ系。せめて強気な守備とか。つまりオラオラ系なのだ。それもそうね。結局オラオラ系なのか。セカンドレグ伝説級の試合となる。さてここからが本番。セカンドレグは正直チャンピオンズリーグ史に残る試合になったと思うわ。極立なのだ。開始35秒で試合が動く。35秒。陣内も開始直後あったのだ。ズナマチを1個食べる前に点が入ったのだ。しかもこれノイアーのパスミスが原因。ギュレルが30メートル近い距離から直接決めたの。オラオラ系ゴールキーパーノノヤーがミスで失点。これはアチャーなのだ。もう入った。寝起きで見てたのに心臓止まるわ。またノヤーのミス。マジか。35秒でノヤーが試合を壊した。しかし直後の6分、キミッキのコーナーキックからパブロビッチがヘッドで同点。はっや。5分で同点とか頭おかしい。バイエルンすぐ返した。キミッキのコーナー綺麗すぎ。もうこの試合おかしすぎる。29分、またギュレルが今度はフリーキックを直接ゴールに叩き込んでレアルが再リード。2戦合計は3対3に並んだ。ギュレルって誰なのだ。この試合2点がどっちも遠距離シュートなのだ。化け物なのだ。トルコ代表の21歳、レアルのミッドフィルダーだよ。ギュレルフリーキックすごすぎやろ。誰なんだよギュレルって。今夜のギレルは完全に別格。しかし今度は38分にケインが同点ゴール。ちなみにこれで今季50ゴール達成。50ゴール、ワンシーズンで50点。ずんだ餅を50個食べるレベルなのだ。基準が一般人にはわからないんだけど。ケインここぞで決める男すぎる。やばいこの試合面白すぎる。ハリー・ケイン。ワンシーズン50ゴール。化け物。さらに点は動く。42分、ムバッペがビニシウスのアシストから2対3。これムバッペの今大会15点目。15点。前半だけでも5ゴール動いてるし試合見てたら息するの忘れてたのだ。それでも生きてるのさすがね。マジ脳汁えぐい。この試合くっそおもろいやんけ。前半だけで5ゴール。頭おかしい褒め言葉。ムバッペ前半終了直前に刺してくる。こいつ鬼か。後半は攻防が続いたが、大きな事件が86分に起きる。86分カマビンが2枚目イエロー。退場遅延行為。レアルが10人に。ガビーンガって途中から出てきた人なのだ。それが退場になっちゃったのだ。カマビンガ、ね。すでにイエローを持ってる状況で笛が鳴った後にボールをわざと拾い上げてリスタートを妨害。これが2枚目で退場になったの。もったいない退場なのだ。退場。ここで、マドリー、また自分から崩れた。レアル・マドリード DNA、自滅。すでにイエローを持ってるのにボール拾い上げるとか、何してんの。その後、89分にルイス・ディアスがムシアラのアシストから勝ち越しゴール。うおー。100点きたー。ムシアラのアシスト天才すぎる。ディアス、ムシアラ、なんて試合だ。ムシアラも出てたのだ。前の動画で1日8時間特訓してるって言ってたムシアラなのだ。その特訓が実を結んだわね。途中出場でディアスのゴールをアシスト。大事な場面で結果を出したわ。1日8時間の努力って本物だったのだ。僕も何か努力しようと思ったのだ。ずんだ餅作りを。それ努力じゃなくたらの炭。90プラス4分にオリーゼが巻いたシュートで4対3。試合終了。バイエルン強すぎる。バイエルン、準決勝進出おめでとう。圧巻の打ち合いを制しての連勝。本当に強すぎる。アリアンツでバイエルンを見せつけましょう。見せつけたのだ。パブロビッチが。バモス。
デステンネでくさ。この2試合ずっと心臓バクバクだった。これが欧州クラストじゃないなら何なんだ。ズンメタキあれ、試合終わったのになんか揉めてるのだ。カマビンガ退場の判定に納得できなかったレアルの選手たちが笛が鳴った後も審判に詰め寄ったのよ。ベリンガム、カルバハル、複数の選手が囲んだわ。まあ気持ちわからなくもないかもしれない。どっちなのよ。で、その中で一番激しく抗議したのがギレルよ。彼はこの時点でもうピッチを離れてたのに、ベンチから出てきて審判に食ってかかったの。あちゃ、2ゴール切れた選手が退場になってしまったのだ。試合中のイエローに加えて、あの抗議で直接レッドカード、累積じゃないよ。一発退場。試合後の行為でも退場処分になるのがウェファーのルールなの。悔しい気持ちはわかるけど、もったいないのだ。ただギレル自身は今大会、35秒ゴール、直接フリーキック弾と、本当に輝いてたよね。21歳でチャンピオンズリーグ史上最年少の直接フリーキック得点記録まで塗り替えたよ。デルピエロの記録を超えたのだ。30年以上続いた記録なのだ。すごすぎるのだ。退場はもったいなすぎるのだ。だからなんでそんなこと知ってるのよ。にわか恐るべし。ファーストレグ4月7日、サンティアゴ・ベルナベウ、マドリード、1対2バイエルン。セカンドレグ4月15日、アリアンツアレーナ、ミュンヘン。4対3バイエルン、2戦合計、6対4バイエルン。バイエルン準決勝進出。ズンメタキチャンピオンズリーグ2025対26準々決勝レアルマドリード対バイエルンファーストレグスタッツ比較。まずファーストレグから見るのだ。配率 68% ってことは、3回に2回以上バイエルンがボール持ってたってこと？そうね。しかもシュート数も21対12、エクスペクテッドゴール数も 2.99 対 2.14 でバイエルンが完全に上回ってた。予想通りバイエルンが主導権を握ったわね。でも僕たちの予想スコアはファーストレグ、レアル2対1だったのだ。でも結果はバイエルンが2対1で勝利。予想とはスコアが逆になったね。あれれ、おかしいな。完全に逆だったのだ。でもなんかすっきりしたのだ。データ通りに強い方が勝ったってことなのだ。セカンドレグ4月15日、アリアンツアレーナ、4対3バイエルン。ポゼッションバイエルン 67%、レアル 33%、シュート17、11、枠内8、7、エクスペクテッドゴールズ 2.09、2.27。あれ、セカンドレグのエクスペクテッドゴールズ、レアルの方が高いのだ。2.27 対 2.09。そこがセカンドレグの最大の面白さよ。ポゼッションもシュート数もバイエルンが上なのに、エクスペクテッドゴールズだけはレアルが上回ったの。どういうことなのだ？つまりレアルは少ないチャンスでも質の高いシュートを打ち続けたってこと。ビッグチャンスも両レグとも3対2でレアルの方が少なかったわ。じゃあデータ的にはどっぽいでレアルが負けたのだ。そこにカード問題が絡んでくるの。セカンドレグのレアルのカード数を見て。セカンドレグカードバイエルン、イエロー1枚退場0、レアル、イエロー7枚退場2、カマビンガ、デュレル。イエロー7枚、退場2人、大盤振る舞いなのだ。使い方違う。レアルがいかにギリギリのところで戦ってたかが伝わってくるね。クリアランス数も26回対バイエルンの10回、必死で守り続けてたのよ。応戦一方だったのだ。それで前半3回リードしてたのがすごすぎるのだ。エクスペクテッドゴールズでは上回った。前半ではリード時間もあった。でも退場で10人になって最後ひっくり返された。データと結果がよくわかんない感じの珍しい試合だったわ。つまりレアルは自分たちで崩れちゃったってことけ？まあ、そうとも言えるかな。ズンメタキ前回予想との答え合わせしてみる。そういえば、前の動画でスコア予想してたのだ。ドキドキするのだ。私の予想は、ファーストレグ、2対1である。セカンドレグ、3対2バイエルンで、合計4対4の PK 戦だったわ。実際は、ファーストレグ、2対1バイエルン。逆、セカンドレグ、4対3バイエルンで合計6対4。どっかの予想会社がめっちゃ点入るって予想してたけど、そこが一番当たってたかも。ESPN のデータアナリスト、ビルコネリーの予想ね。アグリゲートでバイエルン、5対4としてたよね。点入りすぎとか言ってたけど一番近かったのだ。まあ私たちもスコアは外したけど、バイエルンが勝つっていう予想の方向性は合ってたわね。僕の最終予想は、バイエルンが PK で勝つだったのだ。PK はなかったけど、バイエルンが勝ったのだ。やったのだ。あなた、結局わからないのだ。なんて言ってたじゃん。あと、ズンダモンが心配してたノイアーとムシアラも両方ちゃんと出場してたわ。ノイアーはファーストレグで9セーブの大活躍。セカンドレグ開始35秒でパスミス失点。というまさにオラオラな内容だったのだ。オラオラな内容って何よ。40歳のゴールキーパーが試合の真ん中にいたわけよね。それ自体はすごいことではあるんだけど。ズンメタキ海外ファンの反応。世界中のサポーターはこの一戦をどう見たか。
まずバイエルンサポーターからレディット FC バイエルンよりムシアラが入ってから試合が一変した。その瞬間からレアルはボールを持っていたのは5分ほどで、残りは全てバイエルンだった。ムシアラ効果、途中出場でも試合を変えちゃうのだ。8時間練習の神様なのだ。マドリードファンに平和が来ました。準決勝での幸運を祈っています。個人的には昨日の試合は本当に面白かったし、あなたたちは素晴らしいチームですね。ライバルのサポーターが素晴らしいチームってなんか感慨深いのだ。7ゴールの名勝負はライバル同士も称え合える試合だったのね。続いてカマビンガ退場をめぐる論争から。マドリードファンがバイエルンは本当には勝ってないというのには笑ってしまう。カマビンガはイエローを持ってる状況でボール拾い上げたんだぞ。レアルのファンは退場が原因で負けたって言ってるってことけ？一部にはそういう意見もあったわ。でも別の視点もあって、レアルの監督アルベロアも試合後にこう言ってたの。カマビンガのような退場で選手を退場させることはできない。こういうことで試合が決まるのはおかしい。でもイエローを持ってる状態で遅延したんだもんね。ルールはルールなんだけど。バイエルンの経営幹部も反論してたわよ。文句を言わずに受け入れなさい。はい、そういうしかないっていう気もするのだ。今年バイエルンにチャンピオンズリーグを優勝してほしい人は他にいる？アトレティコを止められる唯一のチームはずっとレアル・マドリードだった。レアルが敗退した今、アトレティコへの道が開けてしまった。レアルのファンがバイエルンを応援してるのだ。敵の敵は味方ってやつよ。それだけアトレティコに対するライバル感が大きいってことかな。今回の注目ポイント3戦。1、7ゴールラン打戦という歴史的名勝負。前半だけで5ゴールというチャンピオンズリーグ史上でも稀な展開だったのだ。2、キミヒ、ムシアラの活躍。キミヒは両レグ出場、ムシアラは途中出場でアシスト。ケインも今季50ゴール達成という個人記録も生まれたわ。3、レアルのまさかの失速。ムバッテが今大会15点という個人では最高の活躍をしてたのに、チームとしては2年連続準々決勝敗退なのだ。こうして見るとバイエルンは本当に強かった。スタッツでもゴールでも粘り強さでも2戦合計6対4という結果は順当とも言えるわ。僕の予想はバイエルンが PK で勝つだったけど PK なしで6対4。結果は合ってたけど内容は全然想像以上だったのだ。予想スコアは大外れだったけどね。それは脳幹なのだ。ずるいわ。次戦予告、チャンピオンズリーグ準決勝、バイエルン対パリ・サンジェルマン。バイエルン強かったのだ。次の相手は誰なのだ？昨年度王者、パリ・サンジェルマンよ。サンジェルマン王、去年チャンピオンズリーグ取ったチームなのだ。これはまた強敵なのだ。ファーストレグはパリ、セカンドレグはアリアンツ、アレーナよ。詳しくはバイエルン対パリ・サンジェルマン専用動画でやるとして。できるのかな？はい、レッドカード。2回連続レッドってなかなかやるわね。まずは僕たちの予想だけ言っておくのだ。オクタではバイエルンの決勝進出確率が 61%、 ESPN はパリ・サンジェルマンの逆転進出という見立てね。専門家でも意見が割れてるわ。それを踏まえて僕はバイエルンを押すのだ。レアル戦でうまくいったプレス戦術、サンジェルマン相手にも通用するはずなのだ。あとケインの歌を歌いたいのだ。最後は本音じゃないの。てかピンクのサウスポーはケインの歌じゃないから。私はパリ・サンジェルマンを押すわ。守備の安定感は決めてよ。ファーストレグ1対2バイエルン、セカンドレグ4対2バイエルン、合計6対4でバイエルン決勝進出なのだ。ファーストレグ3対2パリ・サンジェルマン、セカンドレグ2対2引き分け、合計5対4でパリ・サンジェルマン進出と予想するわ。意見が割れたのだ。試合が楽しみなのだ。ここでアホなお知らせが。動画公開前にファーストレグが終了してしまいました。この動画自体間に合わなかったのだ。編集してる間にファーストレグが終わってしまったのよ。ごめんなさいね。でも結果だけ言うとサンジェルマンが勝ったのだ。しかも9ゴールの大激戦で5対4パリ・サンジェルマンよ。すごすぎるのだ。メタンの予想スコアに近かったのだ。まさか5対4になるとは思ってなかったけどね。しかもコンパニ監督が出場停止でベンチにもいなかったのよ。監督なしで4点も取ったのだ。バイエルンすごいのだ。でもセカンドレグはバイエルンホームのアリアンツアレーナでコンパニ監督も戻ってくるわ。1点差をひっくり返せるか種目よ。また意見が割れたのだ。前回みたいにどっちが正しいか試合が楽しみなのだ。前回の予想、私は PK までしか予想してなかったけど、まあ今回はきっちり分かれたから楽しみよね。今日のまとめなのだ。まずセカンドレグ前半だけで5ゴールという歴史的な打ち合いを制したバイエルンが合計6対4で準決勝へ。キミヒ、ムシアラという前の動画で心配してた2人が逆に活躍したのも印象的だったのだ。てか
滝美希さんもめんなさいだったのだ。そしてバイエルン次の相手はサンジェルマン。オクタはバイエルン有利、 ESPN はサンジェルマン有利という読めない展開なのだ。にわかにしてはなかなかいいんじゃない？やだじゃないのだ。結果報告は次の動画で。ぜひチャンネル登録と通知ベルをよろしくね。チャンネル登録と高評価、どうかお願いしましたのだ。では次回の動画でまたね。